時は2000年。ベルリンの壁の崩壊から11年、ソ連の崩壊から9年が経ち、イデオロギーの対立と核の恐怖に怯えた時代が終わり、人類は平和な21世紀に夢を馳せ、そして足を踏み入れた。2001年9月11日、イスラム過激派テロ組織アルカイダによってハイジャックされた旅客機が世界貿易センタービルに突入。アメリカ同時多発テロが起こる。世界がテロの脅威に直面する中、日本においてももはや平和ではないという空気感が漂い始める。これは夢か？残念ながら現実です。冷戦が終わって世界は平和な時代が来ると思っていました。しかしソ連が去ったその座には国際テロ組織が座り、再びアメリカに攻撃を加え始めたのです。ブッシュ大統領は直ちにテロとの戦いを宣言。テロをかくまい、支援し続けるいかなる国もアメリカにとって敵対的な体制とみなすとのこと。これは戦争になりますかね。少なくともアフガニスタンは比較的穏健派のムスリム同胞団がタリバンとの内戦を制したのだ。ってことはアルカイダをかくまってアフガニスタンにアメリカが侵攻することもなくなりそうですね。一方の過激派はパキスタンとの国境沿いの山岳地帯で再起を狙っているよ。何はともあれ新生アフガニスタンに幸あれ。で、この前代未聞のテロ攻撃を受けて決して対岸の火事とは言い難い日本もここは何かしら先手を打つべきなのでは。もちろんなのだ。もう二度と日本国内でテロは起こさせない。テロが再び我々を襲う前にテロ対策特別措置法を制定するのだ。今はまだ戦争は起こっていませんが、いつ戦争が勃発してもおかしくない地域に自衛隊を派遣して大丈夫でしょうか。安心しろ。近くで戦争が起こる可能性があるだけで戦場に行くわけじゃない。さらに非戦闘地域での活動は憲法9条にも抵触しないのだ。それに日本が平和の追求に貢献していると国際社会に PR できるし。なるほど。というわけでテロ対策特別措置法が制定されたのだ。2年間の期限付きでインド洋に艦船が派遣されます。ズンダモン先輩、テロ対策も重要ですが、我が国はそろそろ本腰を入れて解決しなければいけない問題があります。何なのだ？国債です。これは我が国の経済クリリューになります。わ、いっぱい筋がある。 GDP やら学士支出と収入なんかがありますが、この中で最も重要な数値はこれ。我が国の月間純利益、純損失の項目です。月10ドルの赤字なのだ。いえ、これの単位は10億です。つまり100億ドル、日本円に直すと月1兆円の赤字です。1兆円で、今までの総債務額は3728.808ビリオンドル、日本円に直すと372兆8808億円の借金になります。で、これどうすんの？しかも現在進行形で1兆円ずつ借金増えてるし。だから我々は借金の返済も同時に進めなければなりません。でも日本の借金は自国通貨だけで発行してて、政府が無限の支払い能力があるから大丈夫だって聞いたのだ。現実だと確かにそうかもしれませんが、この世界だと普通に借金の量が増えすぎると国家が崩壊します。なので一刻も早くこの赤字状態を脱却して黒字化、そして借金を全て返済してくださいね。どうすれば黒字化できるのだ？一つはここの人口税率か法人税率を上げる方法、もう一つは学習予算を減らす方法がありますね。なるほどなのだ。そんじゃあ保険の予算とか警察の予算を減らしまくって、さらに大増税を敢行。果たしてこの増税を国民は理解してくれるのでしょうか。一方で財政法第4条をここで廃止するよ。財政法第4条、いわゆる国債を財源にすることを禁ずる法律ですね。ですが毎年のように国債を発行して財政の主要な柱となるくらいにはザル法と化しています。だからこの際廃止するのだ。それにこの法案を廃止すればどでかい投資ができる。つまりズンダモン先輩は国民から大量の税金を巻き上げた税金で投資を行い経済を伸ばそうというお考えで。まあそういうことなのだ。よく考えてみろ。東アジアの諸国家は全て国家による産業の重点支援によって成長してきた。だから今回もそれを繰り返すだけなのだ。なるほど。日本もかつては通産省が50年代には自動車や造船、70年代には半導体や電子機なんかを支援してきましたよね。お隣の韓国も財閥を集中支援して急成長してきたし、中国も5カ年計画による産業支援で成長しているのだ。しかし今の日本はどの分野に投資するべきなんですかね。なんだろう。半導体とか。半導体ですか。それかメタンハイドレートとか AI かな。随分とふわふわしてますが大丈夫ですか。なんとでもなるでしょう。はあ。奄美大島沖の戦闘。12月22日の夕方、奄美大島南西沖で日本の海上保安庁が正体不明の船と交戦した。16時間に及ぶ追跡とその後の警告射撃の末、不審船は機関銃と対戦車敵弾で日本の船を攻撃し、まるで戦争のような銃撃戦が始まった。
海上保安庁はあくまで国家警察の一部門に過ぎないため武装は制限されており、その結果巡視船3隻のうち1隻が大破し職員3人が負傷した。最終的にその不審船は爆発して沈没したものの、爆発の瞬間巡視船は不審船から朝鮮語で国家と党への忠誠を叫ぶ通信を傍受した。日本の一部市民や政治家はこの事件と北朝鮮による拉致との関連を強く調査するよう求めている。ずんだもん先輩、大変なことになりましたよ。奄美大島沖の北西150キロにおいて北朝鮮の不審船と海上保安庁の巡視船が交戦しました。別にいいんじゃないか。敵の不審船は沈没したんだし。いえ、そういう問題ではなく、北朝鮮の不審船がどの程度の脅威かを調査しなければなりませんよ。そっか。ですから沈没した不審船の引き上げに入ります。その際に中国の EEZ 内ですから、中国に許可をもらうか、それとも勝手に引き上げるか、もしくは引き上げないかを選べられるようです。まあここは一応中国に許可を取ってから引き上げるか。中国は我々の要請を受諾してくれました。よかったのだ。で、引き上げた結果なのですが、船内からはロケットランチャーや自動小銃、暗号通信装置なんかが見つかりました。やっぱりか。引き続き調査を続けていきますね。財政赤字の方は法人税率を 5%、人口税率を 4% 上げることによりなんとか黒字化を達成。増税してから言うのもあれですが、人口税率を上げたら安定度と政権支持率が下がって、法人税率を上げたら建設に使える民事工場数が減りますよ。それ好きに言えよ。うわ、ほんとじゃん。いつの間にかに自民党の支持率が 36.4% まで落ちてる。連立相手の公明党がいるおかげでなんとか支持率は 49% で耐えていますが、最大野党の民主党は 50.9% の支持率を、このままだと創価学会の組織票があっても立選挙が厳しいです。まあここからは丁寧な政権運営を心がけるのだ。しかしここで加藤浩一、秘書のスキャンダルに巻き込まれる。秘書が脱税して捕まったのと加藤浩一は関係ないだろ。なんでこれで自民党の支持率が下がるのだ。首相辞任も得られますが、それは出ないのだ。これは彼の問題じゃないのだ。これで自民党の支持率がさらに下がる。そして2002年度に入り、教育面ではゆとり教育が全面開始されました。ただ詰め込むだけの教育の時代は終わり、これからは創造性や思考力を重視する教育課程が始まります。しばらくすれば子どもの学力に変化が現れるはず。一方の外交面ではダライラマがチベットに帰還。政治的中立を条件に許可したとはいい予想外なのだ。さらにその後に中国は新疆及びチベットを特別要請区にして、急にどうして中国。未だに中国の影響圏とはいえ、以前に比べ大幅な自治が認められる形となり、地図上でも中華人民共和国から分離して表示されています。もしかして中国はさらに自由化するのか。どうでしょうか。私には飴とムチを使い分けているようにしか見えません。すでに中国政府はモンゴルに対しての侵攻を決めたとの報道もあります。東アジアもきな臭くなってきたな。ずんだもん先輩、日本の政界でも動きがありました。民主党と自由党の合併だと。はい、1994年の選挙制度改革以来、小選挙制が導入されましたが、小選挙制の都政上と票数1位しか当選できないため、野党が一つにまとまり与党に対抗する流れが出ていました。だから民主党と合併したと。ええ、すでに合併した両党首は日本に二大政党制を確立させ、政権交代を目指しているとのこと。そしてずんだもん先輩、間もなく衆議院議員総選挙は迫っています。あれこれまずいのでは。はい、加藤浩一首相は近年急速に勢いを伸ばした民主党か、それとも従来通りの自民党か、国民の審判を受けるべきとして衆議院を解散。世間はこぞって政権交代解散だとかだけ地解散だとか言ってます。ちょっと待って、曲まで鳩山幸夫のイメージソングになって全くみたいな雰囲気出すのやめるのだ。公明党なんとかしようなのだ。さすがの公明党の組織票があっても焼け石に水かと。だって今の自民党の支持率 24% ですよ。組織票で多少伸びるとはいえ厳しいです。どうしてこんなことに。その後の11月9日に迎えた第43回衆議院議員総選挙開票日。開票の結果、民主党は衆議院で310議席を確保し、単独での政権交代を確実のものとした。一方の自民党は前回から議席数を大幅に減らし144議席にとどまり、54年ぶりの本格的な政権交代が実現する。時の民主党代表菅直人は間もなく首相に就任。テロ対策法の終了と社民党との連立を宣言し、新たに始まる民主党政権の舵取りを行っていくこととなる。次回、政権交代。お楽しみに。